ご自身がもともと所属されていた組織を答えられる範囲でお願いします。これ組も答えていいんですか？組は伏せとこ工藤会ですねの団体に、はい、大体何年ぐらい前？25年ぐらい前ですね。当時の、組に入った後の生活はどういった生活をされてたんですか？どういった例えばどういうふうな仕事だったり。そうですね、組に入った時は飲み屋してましたね。で、その工藤会に入るきっかけになったやつが飲み屋だったんですよ。でそれと一緒に共同で飲み屋をしてたんですよ。でそっから店を閉めて、そっから金融商態ですね。ご自身はどういった性格の方というか。僕ですか？当時は結構喧嘩っ早かったですね。20代の頃。そうですね。暮らしとしてはもうどういった暮らしというか。そうですね、僕が入った頃はすごい良かったですけど、だんだんやっぱ組織によっても飯が食えんような状況になったりもしよったけ、そうですね、40代ぐらいからはちょっときつかったですね。それまでは良かったですね。40代ぐらいの頃って例えばどういったことがあってこう組織的に。そうですね、やっぱもう金融とかももうすごい法律とか警察とかすごい厳しくなってきて、借りたもん勝ちみたいなところが出てきて、もう貸し倒れでもう金融は全然うまくいかなくなって、それ以外したことがない。その良かった時はその世間でいう架空請求ですかね、そんなんもしたりしてたんですよ。そんな時は月に僕一番いい時は900万ぐらいもらえたですね。ご自身もそういう架空請求してました。それがどれぐらい続いてた？そうですね、1年ぐらいですかね。それは大体何年ぐらい前の話なんですか？2004年ぐらいです。で徐々にこう暮らしが窮屈になってきたというか。すぐじゃなかったですけど、そうですね、もう周りの組織の人間も苦しくなってきて、もうみんな足の引っ張り合いみたいになってきて、でどんどん飛ぶ人間が増えてきて、で国も人数が減っていって、県外の人たちは工藤会は今現状というか、県外の方たちはまだまだ力がありますね。それも同じように架空請求とかになるんですか？多分オレオレ詐欺とか、オレオレ詐欺って今言うんですかね、そっち系の詐欺系が多いみたいなことは聞きましたけどね。先ほど、足の引っ張り合いという話ありましたけども、例えばどういったことが行われてたんですか？法に引っかかるしのぎをしている人間のことをチンコロしたりとか、警察に。そういうことが多かったですね。組の人間を売るという。そう。そういうことが起きてたんです。それってメリットはあるんですかね？メリットはどうなんですかね。いや、僕売ったことがないけど分かんないですけど、メリットは何なんですかね。別に司法取引もその時はなかったし、僕も何度か薬物とかでパクられたりしたことありますけど、そういう時にやっぱすごい警察の人は聞いてくるんですよね。組織のこととか根掘り葉掘り聞いてきますけど、それを言うか言わんかじゃないですかね。工
工藤会としても多分大きな事件がいくつかあったと思うんですけど、例えば市民襲撃されたのがこれ有名な事件だと思うんですけど、そういった事件に関する関与とかは？ないです。はいはい。他に例えばその架空請求とか以外で儲け方、組の資金の集め方というのは例えば他に何があったんですか？他にはやっぱ金融が大きいですね。はい。僕入った頃は結構大きなシステム金融とか大々的にやってたんで、もうほんと月に何千万何億っていう金がぐるぐる回ってたんで、その頃はすごい国も潤ってましたもんね。金融というのは例えば具体的に聞いてもよろしいですか？もう小売ですよね。もう10日1割とかだったらまだ安い方で、週に3割とか10日3割とか、妨害な利息を取って、お金を貸してた先というのは？もう普通の一般市民ですね。はい。主婦の人とか。それは向こうから貸してくれというふうに？そうですね。はい。宣伝するんで、電話がかかってきて、とかもあるし、だんだんその系統が看板を貼ったりしてたんですけど、最初の頃は。それが、最初の頃は引っかから捕まらなかったんですけど、それがどんどん警察からどんどん電話があるようになりだして、で、看板がなくなって、今度はこっちからもう逆電をするように、一日何百件とか、逆電して貸し付ける感じですね。一般の市民の方？そうです、そうです。はい。お店とかでもないんですよね。お店にかける業者もいましたけど、僕はしたことないですね。いわゆるその、みかじめ料とかそういった話も、そういった儲けもあったんです？そうですね。それは組の儲けなんで、それも徐々に減っていってましたね。野村総裁にもお会いしたことがある、田上会長もあるという話でしたけども、どういった印象かお伺いしてもいいですか？そうですね。野村総裁は、冷たい。田上会長は、優しい感じが。亡くなられた溝下先代が、すごい怖かったんですけど、義理人情に熱いというか、すごいカリスマ性があったんですけど、そこから亡くなられて野村総裁になってから、やっぱ、工藤会は変わったような気がしますね。どのように変わったんですか？悪い方に。多分、溝下先代が今、まだ総裁の立場だったら、こういうことにはなってなかったんじゃないかなと思いますけど。具体的には、例えば市民を。そうですね。それが一番ですね、やっぱ肩入に手を出すっていうのは、あれはもう野村総裁のあれだと思いますね。野村総裁が冷たいというふうに言ってましたけど、どういった部分が冷たかった？そうですね。もう、組員っていうかその会員を、もう、駒みたいにしか思ってないような、そんな節々がありましたね。組としてはプラスなことかもしれないけど、そういう命令された人間からしたらメリットはないというか。ないですね。ただ、メリットがあるようには言われてたみたいですけどね。その事件を打つときにですね。でも、蓋を開けてみたら、もう何もしてもらえないみたいな。だからそれで結構、刑務所の中で刑務所行く前に離脱した人も、いらっしゃいますもんね。辞めたいとか。そうですね。辞めて、裁判に臨んだけど、全然分からずに30年とか撃たれて行かれましたけどね。野村総裁がなぜ、そういう凶暴化というか、そういう組が変わったのはなぜなんでしょうかね。今まで
漁協の利権に関しても、そんなんも、それとか公共事業の、工事の、何パーが入ってくるとか、そんなんもスムーズに入ってきよったのが入ってこなくなったわけじゃないですかね。だからやっぱ焦って、無理くりねじ込んで、それがうまいこといかんから手を出したって感じじゃないですかね。事業がうまくいかなくなって。そうですね。収入がなくなったからじゃないですかね。だから溝下先代の頃は相当なお金が入ってたみたいですもんね。焦りもあったという。そうですね。直制会系の、江藤さんだったり、篠崎さんが、射殺された件もあったんですけど、野村総裁になってからだと思うんですけど、そのあたりはご存知ですか？はい、もちろん。怖いなと思ったですね。もうそれも溝下先代が亡くなられてすぐですからね。だから溝下先代がすごく可愛がってた人たちなんで、だから溝下先代の息子さんとか奥さんとかはもう溝下先代が亡くなられてからもう一切付き合いしたらいけないっていうことになりますよね。因縁とかがやっぱりあったんですかね、どこかで。もともと親を殺されてますからね。そのあれがあったんでしょうね。亡くなられてすぐ墓参りに行かれたらしいですもんね。仙台、田中慎太郎さん。で亡くなられた後で、幹部陣を決めたと思うんですけども、そういう幹部の選び方とかは野村総裁の。そうですね。やっぱ野村総裁の息がかかった人間を並べられましたよね。それは野村総裁の性格の問題なんですかね。問題と言いますか。だと思いますけどね。どういうふうにその長寿作戦を見ていたんですかね。朝の新聞で初めて知って、それまでもう大きい逮捕があるっていうのを噂で聞いてたんで、どれぐらい前ですか、1ヶ月ぐらい前から交代ですぐ対応できるようにっていうのもう朝から夕方ぐらいまで詰めてるような感じだったんですよ。それが1ヶ月ぐらい続いたんですよね。前々から話は。ただ総裁がとか会長がとかっていうのは聞いてなかったですね。逮捕されてどのように感じましたか。でもすぐ出るだろうなとは思ってましたけど、野村総裁の20日で出れるっていうふうに言ってたみたいなんで、自分でですね。殺人とかっていうのは分からなかったですね。その後で野村総裁が死刑、田上会長無期懲役下されたんですけども、知った時にはどういうふうに感じましたか。そうですね。やっぱりなっていうのと、って感じのびっくりしたんで、僕は無期懲役かなと思ってたんで、死刑にはならんかなと思ってたんですけど、びっくりしましたね。無期懲役にはなるとは思ってた。なるかなと思ってたんですけど。死刑という部分に結構、驚いた。驚きましたね。これまで前例がなかった。そうですね。ちなみになんですけども、過去に逮捕された容疑とかっていうのは。僕ですか？そんな言わん方がいいですかね。それぐらいですね。服役の期間もあった。結構。服役、そうですね。長いですかね。その間って結構組のことを考えたりするんですか。そうですね。やっぱ考えましたね。そうですね。その四六時中じゃないけど、ち
ちょこちょこは考えてましたね。刑務所に行ってからは、結構生活が、日々の生活にもう大変なんで、あんまり考えることなかったけど、やっぱ拘置所とかではよく考えてましたね。うん。例えばどういったことを考えられてました？そうですね。まあ、みんなうまくやってるかなとか、まあ仲が良かった人のこととか、ですかね。その中で組を離脱しようと思ったきっかけとかってありますか？僕ら上の人間が、もう今これ以上、もうここにいてもいいことないけ、みたいなことを言ってきたんですよね。もう真面目にした方がいいぞ、みたいな。で、まあその人はまだいるんですけど、まあその人ももううまくいってないみたいなことは聞きましたけど、まあそういう勧めがあって、まあじゃあもうやめようかなみたいな。じゃあその上の方の言葉がなければ。まあそうですね。それが踏ん切りがついたんですね。上の方っていうのはどれぐらいの方？そうですね、僕がいた国の幹部ですね。まあその時辞めた時に、どういうふうに思ったのか。例えばちょっと改め直すというか、その社会復帰したいなとか。そうですね、もう25年間ヤクザしてきて、もうこれ他になんかできることあるかなっていうのは不安はありましたよね。どうやって生きていこうかなっていうのはすごい感じましたけどね。拘置所にいる時とかも、もう誰々が抜けたとか、そういうのをバタバタバタって聞いて、そうですね、僕は知ってるだけでも2、30人は辞めてますね。一気に辞める波が来たんで。そうですね、もうバタバタバタと。それぐらいうまくいってなかったんです。そうですね、はい。その人がっていうような人も辞めてますよね。はい。工藤会の指示のされ方、命令のされ方ってどういうふうにこうされてたんですか？やっぱ総裁の事件で行った組織に関しては、そうですね、やっぱ上の命令は絶対みたいな感じで、もう行ってこいみたいな感じだったみたいですけどね。もう総裁のためだけ行ってこいみたいな。実際指示を出したりしたのは理事長とかだと思うんですけど、当然ですけども逆らえはしない。そうですね、はい。一審で上意下達というふうに表現されてなんですけども、その辺についてはどういうふうに？まあその通りだと思いますね。はい。上下関係っていうのは実際どのように決まるんですかね？そうですね。上下関係。例えば入った年月で決まるのか。やっぱもう年は関係なく入ったのが先の人間がやっぱ上ですし。そうですね。上下関係。そうですね。入ったもん勝ちです。入った順番ですね。あとは出世するしないみたいな。そういう入れ違いはありますけど。出世というのは例えば組の役職であるとか。それこそ野村総裁は若い時からこう地位が上の方に。そうですね。はい。それなぜというか。お金だと思いますけどね。はい。資金力だと思います。集める力があった。いや、もともとがお金持ちなんですね。
お金持ちということだけで、まあ結構、ヤクザとして、そんな功績は上げてないらしいんですよね。まあ僕もその当時はまだいなかったんで、聞いた話ですけど、結構、もう、親がすごいお金持ちで、土地ももうあそこの野村総裁の家の周りの土地も全部野村総裁の土地やったらしい。で、だいぶその博打で、あれして売って、今の残ってるだけっていうらしいんですけど、それまでもうすごい範囲の大地主だったらしいんですよね。で、その遺産を引き継いで、で、莫大な資金力で、まあ、組に多分入れたりしてたんじゃないですかね。資金力で後継していたから、そうでしょうね。だから早くしてこう、そういう、それこそその資金力以外の争いの部分では野村総裁はあんまり活躍してないと思います。例えば見解をされるような方はいないでしょう。で、総裁と田上会長どちらも今回の件に関して否認をされてますけども、なんか控訴審では田上会長はなんか2つの事件ぐらいで自分が指示したって言われてましたね。で実際には野村総裁だと思いますけど、まあなんか死刑を回避させるためにみたいなのは聞きましたけど。離脱後の人生についてちょっともう一回お伺いしたいんですけど、今どうですか、生活としては。もうなんか悩みもなくてから楽ですね。なんか与えられたことをすればしてるだけでいいので、気持ちは楽ですね。当時のその生活と比べたら、もう悩み事も。そうですね、それが一番ですね。今働かれてるとは思うんですけど、実際働いた分だけしっかりといただける。そうですよね。当時はそういう感じではなかった？全然なかったです。多分ちょっと難しい部分もあると思ってて、例えば講座を作ったりとか。そうですね、作れないですもんね。作りに行ったけどダメでしたね。そこら辺で苦労したことって他にもありますか？いや、まだ離脱してからそうですね、そういうのに直面したのは口座が持ってなかったっていうことぐらいで、それ以外は別に今のところ不自由は感じてはないですけど。例えば住所の契約とかも特に。それは会社が契約してくれてるところに住んでるんで。今の悩みというのはあまりないですね。4事件の部分でもそうですけど、なんかこう下の組にとってメリットって多分ないと思うんですよね。ないと思いますよ。背景に見えるのがやっぱああいう利権の上の人たちの話だと思うんですけど、これって指示がなくて下の人たちだけが自分たちの考えで襲いに行ったって考えられるんですか？いや、ないです。それはないですよね。それはないと思いますけどね。やはり野村総裁ないし田上会長、話がないとないと思いますけどね。やっぱり死刑っていうのは驚いたけど、無期懲役が妥当かなっていうふうに考えられてたのも、それはだって関与してるからです。
そうですね。はそれはやっぱ組員の皆さんもやっぱい。はい。そうですね。だって、今回のその総裁の会長の事件がなかったら、その工藤会の会員、僕も含めてですけど、やっぱ風当たりがものすごく強くなりましたし、どっか関係ない僕らからしたら、ざまあみろじゃないけど、もうやめた今となってはざまあみろじゃないけど、そんな感じですもんね。世間の見る目も工藤会に対してはかなり。はい。そうですね。この一審判決後に離脱されたと思うんですけど、そうですね。はい。そのあたりってなんでそのタイミングだったのかなっていうのは、やっぱ先が見えなくなったとか、やっぱ。そうです。はい、そうですね。はい。まあ、一審判決が原因っていうわけでもなくて、それより前から、もうちょっと、総裁会長には嫌気がさしてる部分はありましたね。はい。だからそんなもこんなもやっぱ、総裁のその事件があったからっていうのがあったんで、面白くなかったですね。